にちは。大学生をしながら編み物作家をしているチーズです。今日は完成品の紹介、それから今編みかけのものの紹介、あとはちょっと最後にお知らせをしようと思ってます。よかったら編み物や家事のお供にぜひ聞いてくれると嬉しいです。じゃあまず見えてるものから紹介したいんですけど、じゃん、靴下が編み上がりました。でね、さっきじゃないな、昨日アイロンがけして、でね、2枚一緒にね重ねてみたらサイズがほとんど一緒っていうことに気づいて、私すごいそれが嬉しくて、もうね、こっち側から見てもほら揃ってるんですよ。すっごいそれが嬉しくて、それをねどうしても見せたくてこうやって重ねたまま紹介しているんですけど、めちゃくちゃ嬉しかったです。で、この靴下の編み方は YouTube の編み物予備校さんの基本の靴下の編み方で作ってます。ちょっとね、なんだろう、サイズによってね長さとか調節できる、いろんなサイズで作ることができるパターンなので、ちょっとね動画で紹介されてるものとはちょっと違うかもしれないんですけど、私流でこれで何足目かな、1、2、3、4、5、6足目とかそれくらいかなになると思うんですけど、違う、7足目かな、もしかしたらなんですけど、なんかね、やっと靴下らしい靴下を編めるようになってきたというか、一番最初に編んだものからもうすでにサイズぴったりで編めるようにはなってたんですけど、ただどうしても靴下って2つ2足分か必要じゃないですか。そうなると同じサイズ、全く同じサイズのものを2つ用意しなきゃいけないっていうのが私的には結構きついというか難しかったので、今までねちょっと苦戦してたんですけど、今回ねやっとこうやってサイズぴったりで作ることができてすごい感動してます今で。次につながるね、すごくいい経験にもなったし、次はもっと綺麗に編みたいとか、今度は例えばだけど段染めの毛糸であれば色同じなんて言うんだろう色の出方が同じところ、なんて言ったらいいんだろう、難しいけど、そういうのもやってみたいし、あとあとは透かし模様とか、模様が入ってる靴下もいつかやってみたいなと思ってて、それも楽しみだし、いろんなパターンでもっとやってみたいなって今思ってて、それもねまだちょっとね英文の靴下のパターンって難しそうだから手は出せてないんですけど、でもねいつかやってみたいなって思いながら編んでました、この靴下を。で、私にしては珍しくちょっとゴム編みの履き口のところを長めに作りました。14段くらいかな確かで、ちょっと靴からちらっと見えるくらいの長さにしたかったので、それくらいにしてみました。あとはゴム編みの下のこのメリヤスの部分もちょっと長めに、自分的にはね長めに取ってみました。めっちゃ可愛いです。で、使った糸はモンディムです。モンディムは、青森県青森市にある鈴まりさんっていうお店で購入しました。来月ねまだ行けるか、申し込みは
ったので行けるんですけど、ちょっと天気の関係とかで行けるかどうかまだ決定はしてないんですけど、青森の編み会に行きたいと思ってて、その時にね履けるようにっていうことで今回用意したんですけど、まあ順調にね編み進められてちゃんと完成もしたので私的には今めちゃくちゃ満足してます。可愛いし、でね、いろんな人にこの靴下見てもらおうと思って楽しみにしています。可愛い、マジで可愛い。なんか最初見た時、毛糸の状態で見た時、こういう色、段染めみたいな色になると思ってなくて、それも可愛いし、なんといってもね、この赤が真っ赤っていうかオレンジ味のある感じの赤なんですけど、それが可愛くて、なんか日本ではあるんでしょうけど、あまり見ないこの複雑な色が私的には気に入ってて、そうモンディムってそういう色が多いなって私的に思ってるんですけど、前に購入したモンディムも結構オレンジと茶色と白かながベースだったんですけど、でもその中にちょっと青が入ってたり緑が入ってたりとか、その複雑な色の組み合わせがすごく可愛くて、だからモンディムめちゃくちゃ好きで、そう次行った時にねまた買おうと思って企んでます。でこの毛糸、モンディムの毛糸もまだまだ余ってるので、それ用にね今度はつま先とかかと別の色で編んでみるのもいいかなと思って今いろいろ探ってるところですそんな感じで靴下が久しぶりにね、この足の甲の部分がある靴下完成しました。意外と早くできたので、またね靴下挑戦したいなって思います。じゃあ靴下の紹介でした。じゃあ次は今挑戦してるというか頑張ってることで皆さんにも見せたいなと思ってるんですけど、全部映るかな。じゃーん、全部映らないなぎショール編み始めました。やっとね始められましたよっていうのも糸がねなかなかショール用の糸なかなか手に入らなくて、それでねやるのを躊躇してたんですけど、今回ね毛糸を手に入れたというか染めました私が染めました。この毛糸こんな感じで玉になってると、もうちょっとちっちゃいんですけどこんな感じで化学染めした毛糸になります。めちゃくちゃ可愛い。グラム的に言うと 250g あって、今だいたい 50g 玉の最後らへんまで来てるって感じで、あと 100g の玉が2つあって、どれくらいかっていうとこれくらいちょっと見えないかもしれないけど、これくらいの大きさのものがもう1個、これともう1個あります。なのでねそれも頑張りたいんですよねこれはね青森の編み会行った時に編もうと思って、それで始めました。でねこの色もまた良くてね気に入ってます。いろんな色入れたくてどんどん染液入れて染めたので、めちゃくちゃカラフルで可愛いです。今度はね青メインとか赤メインとかでやってみるのもいいかなって思いつつ、これはショール用の糸はもともとオーダーしていただいた時だけ染めようと思ってて、それのサンプル的な感じで今回これなぎショールを編んでて、で完成したら展示会とか、あとはマルシェとかそういう時に持ってってサンプルとして飾ろうかなって思って作ってますっていう感じでなぎショールやっと始めました。一回ねやろうとしたことあったんですけど、その時まだダブル目とかのやり方分かってなくて、っていうのもまだ多分靴下も編めなかったというか針がなかったっていう時だったのでそうだからこのなぎショールのね模様をどうやって出すのかなとか、そういうのも全然想像がつかなくて、だから一回諦めたんですけど、今回ね
靴下もまあある程度は靴下編めるようになったしいいかなっていうことで今回挑戦してみてます。今のところねあんまり大きなミスもなく進んできてます。めっちゃ可愛いです。そういう感じでね、なぎショール自分で染めた糸で編み始めました。でこの糸は 250g 玉で化成でウール 100% の毛糸になります。なのでね編んでるとやっぱりまあどうしてもしょうがないんでしょうけど羊の脂的なものは手につきます。だから結構ねそれ嫌な人は嫌かもしれないけど私はもう糸紡ぎとかで慣れちゃったので全然その嫌な気持ちとかにはならないんですけど、ただ毛糸とかショールとか触った後はちゃんと手洗ったりとか、あとはそうだね石鹸とか洗剤とかでちゃんと手洗った方がいいなとは思ってます。私一回それをやり忘れて、この糸じゃなくてその時はオパールだったかな、オパール毛糸の時オパール毛糸編んでて編み終わってそのまま目こすっちゃったことがあってその時本当に大変で目すごく痒くなっちゃって大変だったので、本当に絨毛の毛糸を使う時は使った後は気をつけた方がいいです。本当に大変なので分かってるとは思うんですけど、本当にびっくりすることが起きてしまうのでぜひぜひ気をつけてみてほしいです。この波模様というか何個あるんだろう、まだ数えてないんですけどいっぱいありますでね手染めで段染めじゃないので色の出方もね全然人並み違ってて可愛くて、なんかパッチワークみたいな感じがして可愛いです。なぎショールはYouTube に編み方動画載ってるので、もし知らないよって方はなぎショールって調べてもらえれば出てくると思うので、靴下とか編める方は多分ねそんなに難しくはないと思います。ダブル目とあと表目かな、表目と作り目くらいだと思うので、多分ね靴下編める方なら誰でもって言ったらちょっとおかしいですけど、でも大体の人はできるんじゃないかなって勝手に思ってます。わかんないけどね。でもダブル目の効果というかそういうのが分かってればこの模様がどうやってできてるのかとかそういうのも分かるだろうし、すごい構造を理解しつつやるならやっぱり靴下編める方がいいのかなって、靴下を過去に編んでて慣れてるよっていう方がいいんじゃないかなって思います。で一応裏側も見せておくと裏側はこんな感じです。あんまり変わらないけど裏側も可愛くてさめちゃくちゃカラフルで気に入ってます。これをね羽織れるように秋冬頑張ろうと思ってます。可愛いです。でこれをね昨日かな病院に持ってったんですよ。病院の待合室で編んでてそれをね待合室で待ってる時に受付のお姉さんが次の予約のお話とか薬余ってるか余ってないかみたいなお話をしに一人一人の患者さんのとこに来るんですけど、私のとこに来た時めちゃくちゃ長居してくれて、このショールの話したりとか、あとは先生にすごくお世話になってるのでその先生にクリスマスとかにプレゼントあげてもいいですかとかそういう話をめちゃくちゃしてて、完成したら羽織って店に来てって言われたのでそれもね楽しみだし、今すごい楽しみがたくさんあります。めっちゃ編むのも楽しいし、そうやってね人に今度見せてねって言われるのもめちゃくちゃ嬉しいし、
だからもっと頑張りたいって今は思ってます。でもね、まだまだセーターとか、あとはモネカンファイバースさんの糸で編んでるストールとかも全然できてないので、それもやらなきゃって思いつつ、でもこういうのも挑戦してますよっていうお話でした。ということで、編みかけのなぎショールでした。あとね、毛糸買ったんですよ。毛糸を買ったんですよ。それはだるまさんのこれテビオットウールっていう毛糸で、ちょっと黄色っぽく写ってるんですけど、もうちょっと緑がかってるかなっていう糸を買ってて、テビオットウール 100% で、これで何を作ろうかっていうと、マフラー作りたくて買いました。ちょっとね、足りるか分かんなかったので10玉買っちゃったんですけど、でもなんとかなるでしょうって、10玉あればね確実にできるので、もし余ったら余ったでスワッチ作って、次編むセーターとかの時に使おうと思ってちょっといっぱい買いましたあまりにも多いので見せられないんですけどそうチェビオットウールを買ってみました。ちょっとね、触り心地が私好きじゃなくてじゃあなんで買ったのって感じなんですけど、ちょっとね、触り心地ゴワゴワしてて、ちょっとマフラーに向いてんのかなーって思いつつ、でも買っちゃったので本当はね、メリノとか買えばよかったんですけど、メリノ高いし好きな色がなかったので、今回この色にしてみました。めっちゃ色は可愛いです。もうちょっと緑がかってもよかったんですけど、でもこれも可愛いので使ってみようかなって思ってます。マフラーね、去年のマフラーあるんですけど、ちょっと気に入ってないわけではないけど、もう一つくらいあってもいいかなって思って、それで今回ね買ってみました。めちゃくちゃ編むの楽しみです。結構ね、編みやすそうな感じで、ちょっとゴワゴワはしてるけど多分編みやすいであろう感じです。楽しみですっていう感じで購入したチェビオットウールのお話でした。で、最後にちょっとお知らせというか、なんて言ったらいいんだろうな。今後について、今後の動画投稿についてちょっとお話があるんですけど、もしよかったら聞いていただきたいんですが、私今動画投稿を週1回土曜日の夜に投稿しているんですけども、今週から大学始まるっていうのもあるし、あとはちょっとね、他のことで忙しくなりそうで、ハンドメイド作家のことだったり、大学のこともあるし、それからちょっとバイトじゃないけど、お金をいただいているお仕事があって、それもちょっと忙しいので、どうしようかな。隔週もう多分無理なんだよな。だから1ヶ月に1回ペースにちょっとまたペース戻そうかなって思ってます。それでももしよければまた見に来ていただきたいんですけど、あとはいろいろやることがあって、作品を編み進めるペースが落ちてるので、それもあってね、ちょっと紹介できるものが減るのはちょっと嫌というか、もっとたくさんいろんなものを見てほしいって私は思ってるので、それができないならもういっそのことね、投稿ペースを落とした方がいいなと思ったので、今回ちょっと申し訳ないんですけど、毎週楽しみにしてる方には本当に申し訳ないんですけど、ちょっとだけちょっとだけね、冬の期間ってどうしても毛糸とかニット製品売れるので、それも頑張りたいと思って、ということでちょっとだけ投稿ペースを落としたいと思ってます。また冬の間はちょっと投稿ペースを落としたいなと思ってはいますけど、そのうちまた戻る可能性もあるので、楽しみにお待ちいただけたらなと思います。何日に必ず投稿しますとは言えないんですけど、
まあ来月はちゃんと1本は投稿できればいいなと思ってます。投稿する日は土曜日で固定したいので、どっかの土曜日に投稿すると思います。投稿するよっていう時はTwitter、インスタで告知しようと思ってるので、もしよかったらそちらもチェックしていただけたらなと思います。あとは何だろう、ちょっとね最近本当に忙しいっていうのもあって、なかなか SNS 投稿できてなくて申し訳ないんですけど、完成したものとかたまに投稿できるかなくらいでしかないんですけど、もしよかったらねまた見に来ていただけたら嬉しいなと思います。ということで、動画投稿がちょっとペース落ちて月に1回くらいになると思いますというお話でした。まず月に1回、最低1回は投稿できるように頑張ろうと思います。もしかしたらね忙しくてそれどころじゃないっていう月もあるかもしれないんですけど、大学のテストとか、あとはイベント出展だとかそういうのもあると思うんですけど、もしよかったら気長にお待ちいただけたらなと思ってます。もしたまに投稿した際には待ってましたってコメントしていただけると、とっても頑張りがいがあるというか嬉しいので、またコメントやそれから高評価もしていただけたらすごく嬉しいです。じゃあ今日の動画はこの辺で終わろうと思います。長々お話聞いていただいてありがとうございました。ちょっとね投稿ペースは落ちてしまうんですけど、私は元気に編み物してるよっていうのを知ってもらえたらそれでいいかなって思ってます。また次回以降の動画も見ていただけると嬉しいです。あと SNS も遊びに来ていただけたら嬉しいです。ということで今日の動画はこの辺で終わります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。次の動画は多分10月入ってからかな、10月中旬後半くらいにアップできるように頑張っていっぱい編むので、その時までお楽しみにしていただけたらなと思います。じゃあまた次の動画でお会いできることを楽しみにしています。またね。